スイッチョンの匠にスイッチョン。今回はですね、こちらの宮本工芸さんからねお送りするんですけども、こちらではね仏さんをね彫ったはるそうなんですよ。見たことはありますけども、その制作してる現場なんか見たことないでしょ。僕もありません。ちょっとこの後ねどんなんか見てみましょうよ。ちょっとね自宅兼ということなので、今回の匠の方読んであげてもらいましょう。すいません、お邪魔します。今回の匠でございます、宮本雅久さんです。よろしくお願いします。宮本雅久です。よろしくお願いします。じゃあこの中が自宅兼工房ということで、そうですね。はい、じゃあちょっとお邪魔していいですか。ぜひぜひ。はい、ちょっと行きましょう行きましょう。はい、お、ここからもうなんかすでになんかすごいものが見えておりますけども、おお、仏さんがなんかありがたい感じがしますね。ありがとうございます。順番にね仏さんで、ご紹介してもらいたいんですけども、ぜひこれは何という仏さんですか。こちらは十一面観音さんと言いまして、はい、僕がこの仏の世界に入ったきっかけになった仏さんなんで、ちょっと僕の中でも一度自分のこう思うような十一面さんを彫ってみたいなと思って作った仏さんなんです。これ一つのこの木の塊から彫っていくのか、どうやってますの？これは何パーツかに分かれてまして、例えばこの腕の腕線という腕の飾りのところで腕がこう下に取れるようになってたりとか、手首で取れるようになってたり、顔はこの胸飾りで隠れてますけれども、スポンと上に取れるようになってます。で顔も前後に分かれるようになってまして、で中をくり抜いて、目の玉のような水晶をはめ込んで元に戻すっていうやり方ですね。またこの波打ってる感じ。そうですね。これは見事ですね。でもともと僕が服飾の学校でファッションデザイナーを目指していたので、この布のたわみであるとか、このドレープ感とかっていうのに、多分僕の特徴が最大に出るんじゃないかな。またこれ四角いやつありますやんか。そうですね。これは何なんですか。これはね、仏さんになる前のこの状態、これから彫っていく状態なんですけども、もともとのじゃあベースになる。そうです。最初の木をこう製材して組んでいった状態ですね。でこれもこの膝の下から一つの木になってまして、でここで一つ、でこことここでまたパーツが分かれるようになってまして、それぞれのパーツを今仮接着してる段階なんですね。でこれを8、9割彫って、で一回バラすんですね。バラすんですか。でバラして中を空洞にしまして、で完全に今度接着して仕上げていくと。その中を空洞にするのは何かやっぱ意味があるんですか。そのまま彫っていきますと、こう木がこうのけぞったり割れが入ったりしますんで、中を空洞にしておくとそれが抑えられるっていうのと、お寺が火事とかそういう有事の際にこう軽くて持ち運びやすいようにっていうのもあるんです。そういったところでこう考えられてるわけですね。これでもね、線が入ってるじゃないですか。マス目というんでしょうか。そうですね。これもやっぱりその特徴というか作り方のポイントなんですか。割りって言いまして、もういわゆる平安時代から続く京都の平等院の阿弥陀さんを使った上長さんっていう仏師の方がおられて、その方が今の仏像のもう基礎を作られたんですね。で今仏師はその方が作られた仏さんの割り、顔がどの位置にあって手がどの位置にあるかとか、そういう決まりをずーっと1000年ぐらいもう引き継いで、いまだにそれを元に作ってるんですね。マス目引いとくことで手がどの位置にあるか、顔がどの位置かっていうのが仏さんを彫っていく中での命綱としてこの線を常にこう消えては線を描いてずれないようにしながら彫っていくという。これは仏像彫刻の方でしたけど、この他にはどんなことされてあるんですか。この他には仏像の修復ですね。それは場所を変えて。そうですね、2階で。こんな感じで、これはそのだから、修復されてる。そうですね、修復途中の仏像になりますね。こういう仏像の修復っていうのはどんな感じでしはるんですか。当時の接着剤は三河という動物の脊髄からとか抽出した接着剤で使われてますので、お湯で戻るんですね。なんで一旦お湯につけてバラバラにして、でまた組み上げていくっていうことをします。みたいなことは色もちょっとちゃいますもんね。今ごめんけど、色が違って、こことかだから新しい木ですもんね。もうこことか、こっち側のこの辺とかも新しく出してるところになりますね。せやけどその新しいのを足すにしても、何かこう参考資料みたいなのがないと
でも参考資料っていうのは、もうこの作られた方の、要は作風であるとか、そういうのを飲み跡を見ながらその方の色が出るように作られた当時に戻すっていうのがやはり修復の、本来の目的だと思うんで。ちなみにそのね接着剤とかで言ったらニカワっておっしゃってましたけど、今はニカワでニカワっていうのはどうしても動物性のものなので、虫が好んで食べてしまうんです。今はねもう正直もう木工用ボンドを今使うようにはしてます。ちなみに今はありますか？もうこういったいわゆるよく皆さんが僕も家にありますよこれ。木工用ボンドは一応こうお湯で戻るんです。でなおかつ原料が石油系なので虫が食べない。ことあった。ただその代わり作られて60年ほどですんで、実績が60年しかどうしてもないので、おそらくこの先も何百年と持つとは思うんですが、その実績だけ見るとあれなんですけども、でもそのお湯で戻る、虫が食べないで強度もあるって考えると、今最善の接着剤として僕はなるほど。なんか身近なものが使われたのびっくりしましたけど、そうです。結構皆さん納得ですね。びっくりされるんですけど、またその修復される時にね、何十年も何百年もものにしたらね、その昔からのやつがあるわけじゃないですか。こんなん出てきたわとかなんかそんなんないですか？あります。ありますか？例えばね仏像はやっぱり中が空洞になっていることが多いので、開けてみるともう中から髪の毛の束が出てきたりとか。髪の毛の束。それは何なんでしょうね。おそらく当時作られた方が未来の平和を祈ってっていうことの願掛けも含めて思いを込めてっていうことで入れられたり、あとはもう人骨とかがそれびっくりしますね。びっくりしますね。じゃあいろんなことを発見しながら。そうですそうです。もういわゆるもうタイムカプセルみたいなもんなんで、仏さんの中っていうのは。確かにそうですよね。もう一番皆さんがね。そうですそうです。ところやから安全やし。安全やし、木の中も湿度ずっと一定なんで。じゃあこの後体験をね、させてもらおうかなと思うんですけども、僕みたいな人間でいきなり仏像とかやっちゃっていいんですか？飲み持ってカンカンカンいかがですよ。やめときましょう。やめときましょう。いや僕も思ってました。やっぱ飲みも持ったことないしね。ちょっと怪我されてもあれなんで。もうね大事なもんなんで。じゃあそれ以外に何かじゃあこの後体験やってみましょう。ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちら。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録スイッチオン。